ようこそコツアズ鉄道チャンネルへ。関西の中心として多くの人や物が集まる大阪ですが、その中でも難波、道頓堀、心斎橋、千日前、天王寺など主に繁華街を多く抱える南と呼ばれるエリアと、梅田や夜のお店がたくさんあることで知られる北新地など、北と呼ばれているエリアの2つが大阪の2大繁華街として栄えています。特に北の中心的存在にある梅ダンジョンエリアは JR の大阪駅をはじめ複数の鉄道駅が設けられ、様々な鉄道路線が乗り入れるエリアです。関西圏では一番拠点駅が集まるエリアということもあり、日々多くの鉄道利用者が行き交います。そんな梅ダンジョンエリアですが、 JR の駅は大阪駅という駅名なのに対して、その他の鉄道会社の駅では地名である梅田を使用していて、実は梅田を駅名に使用していないのは JR だけです。なぜ梅ダンジョンエリアにある鉄道駅の中で唯一 JR の駅だけ大阪駅という名前になったのでしょうか。そこで今回の動画では、梅ダンジョンエリアの駅の中で JR の駅だけがなぜ大阪駅と名付けられたのか、その理由について解説・考察をしていきます。それでは本編へどうぞ。大阪梅田地区の概要。梅田とは大阪市北区にある大阪駅周辺に広がる一帯の地名であり、日本でも屈指のダンジョンである梅ダンジョンとしても知られます。しかし実際には大阪市北区の中でも大阪駅、梅田駅を中心とした繁華街やオフィス街が広がるエリアの総称として使われることが多いです。このエリアは北新地などとともに北と呼ばれることも多く、道頓堀や難波、天王寺などの南と呼ばれているエリアとともに関西圏最大の商業エリアになっています。南との違いは超高層ビル群が形成されていることで、100メートル以上の高さを誇るビルが多く立ち並ぶオフィス街としての一面も持っています。現在超高層ビルが多く立ち並ぶ梅田エリアですが、江戸時代までこの一帯のエリアは田畑が広がるのどかなエリアになっていて、当時の大阪の中心地は堂島川や土佐堀川の周辺およびその南側のエリアとなっています。またこの地域はもともと河内湾沿いの海でした。そこに約6400年前から長い時間をかけて淀川が主に運んだ土から作られたと言われる土地であり、それでできた湿地帯を埋め立ててできた土地と言われています。もともとの梅田の字は埋めるに田んぼの田と書かれるように、埋め立てた田んぼに由来するような地名だったのです。そういった歴史的な事柄から標高が低いエリアでもあり、水害の危険性も高かったことから避けられがちな土地でもありました。しかし明治時代に入るとこのエリアの開発も積極的に行うようになり、徐々に田畑などは減り建物が増えていきます。戦後の梅田は再開発が進められ、再開発の進展に伴って関西地区最大級の繁華街かつオフィス街に成長したのです。ところで近年全国各地で百貨店の閉店が相次いでいますが、梅田は複数の巨大な百貨店が営業している百貨店激戦区になっています。梅田エリアにある百貨店の売り場面積は東京、新宿に次いで全国2位の広さを誇っていますが、売上高に関しても全国2位の結果を残しています。特に世界初の駅直結型百貨店として開業した阪急百貨店梅田本店は梅田で一番の売り上げを上げていて、全国では東京の新宿3丁目地域に所在する伊勢丹新宿店に次いで2番目に多い店舗別売上高を上げているのです。この他にも阪急百貨店と合わせて関西老舗三大百貨店とも呼ばれる阪神百貨店梅田本店、大丸梅田店もこの地区に構えており、百貨店以外にもルクア大阪やヘップ、グランフロント大阪、阪急三番街、ヒルトンプラザ、大阪ステーションシティ、ヨドバシ梅田など様々な人気大規模商業施設も多数あります。もちろんオフィスビルも多数この地区に所在しており、梅田エリアは働く人だけではなく買い物のために訪れる人も多くいます。このように多くの人が多く集まる梅田エリアですが、そんな梅田エリアには鉄道駅も複数集まっているのです。梅田地区にある駅を紹介。梅田エリアには様々な鉄道路線が乗り入れており、
そして複数の駅が設置されています。JR 各線が乗り入れる大阪駅の他に、JR 東西線北新地駅、阪急電車の大阪梅田駅、阪神電車の大阪梅田駅、大阪メトロの梅田駅、東梅田駅、西梅田駅が梅田エリアにある駅です。JR 大阪駅は梅田エリアで最初に設置された駅で、開業したのは1874年のことです。日本で初めて新橋、横浜間に鉄道が開業したのは1872年のことで、そのおよそ2年後に開業した長い歴史を持つ大阪駅は、日本の鉄道黎明期に作られた駅のうちの一つです。現在の大阪駅は地下2面4線と高架6面11線、合わせて8面15線を備えた巨大拠点駅となっています。そんな JR 大阪駅は東海道本線に愛称が付けられた JR 京都線、JR 神戸線の他に大阪環状線と大阪東線が乗り入れています。JR 京都線、JR 神戸線と環状線が高架のホームを使い、大阪東線は地下のホームを使う形となります。高架のホームは1番乗り場と2番乗り場が環状線、3番乗り場から6番乗り場が尼崎、三宮方面へ向かう JR 神戸線、7番乗り場から11番乗り場が高槻、京都方面へ向かう JR 京都線の列車が乗り入れる格好となっています。さらに JR 神戸線の尼崎から JR 宝塚線の宝塚、三田、篠山口、福知山線福知山方面へ向かう列車も乗り入れているほか、北陸新幹線と接続する敦賀へ向かう特急サンダーバード、福知山、城崎温泉方面へ向かう特急コウノトリ、鳥取、倉吉方面へ向かう特急スーパーハクトも乗り入れ、さらに岐阜、下呂、高山方面へ向かう特急飛騨、静岡、横浜、東京方面へ向かう寝台特急サンライズ出雲瀬戸、寺前、豊岡、霞方面へ向かう特急浜風なども乗り入れます。また大阪東線のホームを活用する形で、大阪、京都方面と関西空港を結ぶ関空特急はるか、和歌山、白浜、新宮方面を結ぶ特急黒潮も停車します。なお大阪駅とは別の北エリアの JR の駅としては、JR 東西線の北新地駅もあります。北新地駅は大阪駅から南に400メートルほど離れた国道2号線、曽根崎通りの地下にある駅で1997年に開業しました。北新地駅は条件を満たした乗車券を持っていれば、大阪駅と同じ駅として運賃計算上は同じ駅として扱われます。ホームは一面2線の島式ホームになっていて、2カ所ある改札口は地下通路で大阪駅や西梅田駅などとつながっており、天気が悪くても濡れずに乗り換え可能です。ここまで梅田エリアにある JR の駅を紹介してきましたが、JR だけではなく私鉄や地下鉄の駅もいくつかあります。まずは神戸線、宝塚線、京都線という阪急の3大路線が乗り入れる阪急電車の大阪梅田駅です。10面9線という日本一の規模を誇るトウタン式ホームが特徴で、時間帯によっては神戸線、宝塚線、京都線の電車が同時に入線したり同時に発車したりする光景も見られます。阪急大阪梅田駅は阪急電車で最大の駅でもあり、2019年以前は1日平均で50万人の乗降客数を誇っていました。そして阪神電車の大阪梅田駅も梅田エリアにあり、近鉄電車と共用の大阪難波駅と並んで大阪側の拠点駅となっています。阪神大阪梅田駅は JR 大阪駅の南側の地下にあり、4面4線のトウタン式ホームで全ての列車が折り返す形で運転されています。4つあるホームのうち2つが降車専用ホームとして使われていて、効率よく多くの列車を運転できるような運用が行われています。なお阪急電車と阪神電車の大阪梅田駅は2019年10月まで梅田駅となっておりました。しかし国内外の観光客へ大阪市の拠点駅であることを PR し、JR 大阪駅との乗り換えが可能な駅として分かりやすくするために大阪梅田駅に改名された経緯を持っています。そして大阪メトロの地下鉄も3路線が梅田エリアに乗り入れており、梅田駅、東梅田駅、
西梅田駅が梅田エリアにある大阪メトロの駅です。梅田駅は御堂筋線の駅で、大阪にある地下鉄駅では最も古く、日本初の公営地下鉄として御堂筋線が梅田、心斎橋間で開業した1933年から営業をしています。2023年のデータで1日平均約41万人が利用しており、大阪メトロで最も利用者数の多い駅であると同時に、一つの路線だけが乗り入れる日本の駅で最も利用者が多い駅でもあります。御堂筋線の梅田駅は一面2線の島式ホームになっていて、もともと将来的に利用者が増えることや、谷町線がここに乗り入れることを見越してホームは作られていましたが、それでも戦後の急激な利用者の増加には対応できず、谷町線の予定地を使用して改良工事が行われて現在の形になりました。そしてそんな谷町線が乗り入れる駅が東梅田駅であり、東梅田谷町4丁目間の路線として谷町線が開業した1967年に開業しました。東梅田駅は2面2線の相対式ホームを持っていて、上下線両方のホームに行けるのは南改札のみのため注意が必要です。当初は御堂筋線の梅田駅に乗り入れる形で建設し、同じホームで対面乗り換えが可能な形にする計画でしたが、谷町線の建設工事中に落盤事故が起きたため計画を改め、本来よりも東側にトンネルの建設を行うことになったため、現在のような形になったという経緯を持っています。なお梅田駅の谷町専用地部分については、前述通り御堂筋線梅田駅の拡幅に用いられています。そして西梅田駅は四ツ橋線の駅で、1965年10月に西梅田大黒町間の約 4.9km が延伸開業したタイミングで開業し、一面2線のホームを持つ四ツ橋線の始発駅です。ちなみに梅田駅、東梅田駅、西梅田駅の3駅は30分以内なら運賃を継続計算の上で改札外乗り換えが可能で、3駅の乗車券や定期券では3駅どの駅でも使用ができます。またこれら3駅を全て合わせた利用者数は2023年度のデータで1日平均約67万人という数値になり、これは日本の地下鉄駅で東京メトロの渋谷駅に次ぐものとなります。このように梅田エリアには JR の在来線や阪急、阪神、さらに地下鉄3路線が乗り入れる交通結節点となっていますが、東海道、山陽新幹線だけは梅田エリアに乗り入れていません。淀川を挟んで北に 4km ほど離れた場所にある新大阪駅が、これらの新幹線が乗り入れる拠点駅になっているためです。なお東海道新幹線が大阪駅に乗り入れていない理由は、こちらの動画ですでに解説していますので、興味がある方はぜひご覧ください。概要欄からアクセスすることが可能です。ところでここまでの解説において、北新地エリアに所在する JR 東西線の北新地駅は別物としても、梅田エリアに位置する駅において JR 大阪駅だけが梅田とつく駅になっておりません。なぜ JR だけ梅田を名乗らず大阪駅となっているのでしょうか。なぜ JR だけ大阪駅？梅田エリアにある駅の中で JR だけが大阪駅という名前になった理由は、このエリアの鉄道建設の歴史が大きく関係しています。梅田エリアに初めて作られた鉄道駅は JR の大阪駅で、1874年に政府によって大阪・神戸間の鉄道が敷設され、それに合わせて大阪駅は開業しました。この開業は日本で初めての鉄道として建設・開業した新橋・横浜間が開業してから2年経った頃で、当時の駅舎は旧大阪中央郵便局、現在は JP タワー大阪がある場所にあったとされています。大阪駅は当時の大阪の中心部だった堂島に建設する計画で、1870年には天満堀川に大阪鉄道掛出張所、その2年後の1872年には堂島に鉄道寮出張所が設置されて、堂島に大阪側の拠点駅を作る方向で進んでいました。江戸時代まで堂島には各藩の蔵屋敷が多く立ち並んでおり、明治時代になって大名制度が廃止され、各藩の蔵屋敷は不要になって用地買収が比較的しやすかったことと、
そばを流れる堂島川などを活用することによって鉄道建設に必要な物資の運搬がしやすかったことが大阪駅の建設候補地が堂島になった理由だと考えられます。しかし政府が大阪の拠点駅的な立ち位置の駅を堂島に作ろうと進めようとしたところ、地域住民からの猛反対を受けることになったのです。当時の鉄道は蒸気機関車が客車や貨車を牽引して運行する方法で、まだまだ鉄道は黎明期とも言えるような時代でした。石炭を燃やしながら走る蒸気機関車が街中を走ると、もしかすると火事の原因になってしまうのではと心配した住民から大きな反対を受けてしまったのです。そこで政府は堂島ではなく、当時まだまだ田園風景が広がっており、堂島から距離的にも比較的近い場所にある梅田に建設することで折り合いをつけようと考えたのです。堂島ではなく梅田に駅を設置した方が京都へスムーズに延伸を行いやすいことも合わさって、最終的に大阪駅は堂島ではなく梅田に設置することになりました。実は政府が大阪・神戸間で鉄道を建設するよりも前に、民間の手によって神戸から大阪を結ぶ路線の建設が計画されました。しかし当時鉄道は政府が行うべき事業という考えだったため、建設の許可が下りず計画は実現しませんでした。もちろん当時の大阪の人たちにとって民間による鉄道建設は拒否して政府主導で鉄道建設を行ったことは面白くなく、大阪駅のことを地名として親しまれていた梅田の名で呼んでいた過去もございます。その後徐々に国によって鉄道路線網は少しずつ整備されていき、1889年には東海道線が新橋・神戸間で全通します。その頃になると大阪駅周辺は田畑が徐々に少なくなり、同時に建物が多く立ち並ぶようになっていきました。加えて国だけでの鉄道路線網の整備には限界があり、国の方針は緩和されて民間の鉄道会社による鉄道建設も行われるようになります。ただし民間による鉄道路線の建設が行えるようになりましたが、この当時は政府による統制色がまだ強く、将来的に国有化することも見据えて法律などが整備されていたのです。それでも全国各地に鉄道の建設と運行を行うための民間会社が多数設立され、鉄道路線網の整備が一気に進むようになりました。ですが一部の鉄道会社は国有化を嫌い、路面電車として路線を整備する会社も現れるようになります。現在もですが路面電車の整備に関する軌道法という法律と、通常の鉄道の整備に関する鉄道事業法という法律は全く別物です。路面電車に関しては政府による規制は強くなく、ある程度自由に路線の整備がしやすかったのです。そしてそれを生かして軌道法という路面電車の法律で、大阪と神戸を結ぶ日本初のインターアーバンとして建設されたのが現在の阪神電車ということになります。阪神電車は1906年に延伸という形によって大阪駅のそばまで乗り入れるようになりますが、当時の阪神電車は政府からの規制を回避するために軌道条例にのっとって路面電車として整備されていました。しかし路面電車といっても併用軌道の区間はごくごく一部で、大半の区間は高速運転が行いやすい専用軌道で整備されていたのです。そして阪神電車は梅田エリアの駅に駅名をつけるにあたって、地元の人に親しまれている梅田の地名を取って梅田と名付けました。さらに1908年には当時の大阪市電が梅田に乗り入れ、その2年後の1910年には阪急の前身である箕輪有馬電気軌道が、現在の阪急宝塚線に相当するような路線を梅田まで阪神電車と同じく路面電車として乗り入れを行うようになります。この時に大阪市電は梅田停留所、箕輪有馬電気軌道は梅田駅を設けて営業を始めております。さらにこの後大阪市は地下鉄網を整備しますが、そちらについても同様に梅田の名前を付けた駅とされ、1920年に現在の阪急神戸線が梅田駅に乗り入れた際も同様に現在の宝塚線の梅田駅に乗り入れる格好となりました。そして以降政府、国鉄、JR 以外の鉄道事業者が梅田エリアの駅に大阪駅と名付けることはありませんでした。
なお阪神電車と阪急電車は政府の規制を受けないようにするために路面電車として最初は整備されており、梅田駅と名付けたのも政府への反骨心だと考えられます。このような背景があるため JR の大阪駅以外の駅は最初から梅田の地名が入った駅名になっており、結果的に JR だけ大阪駅のまま梅田の名前が付かなかったのです。今後 JR 以外の大阪駅ができる可能性は？現在、梅田エリアにある鉄道駅の中で唯一 JR の駅だけ大阪駅と、梅田エリアの駅の中で唯一梅田を名乗っていませんが、今後 JR 以外の鉄道事業者が乗り入れる梅田を名乗らない梅田エリアの駅、すなわち JR 以外の大阪駅ができる予定はございます。度重なる再開発によって超高層ビル群が形成され、現在もその再開発は続いている梅田エリアですが、現在進行形で JR 大阪駅北側の梅北と呼ばれているエリアで、再開発が着実に進んでいる状況です。梅北地区にはもともと梅田貨物駅と通称されていた JR 貨物の貨物取扱駅である梅田駅がありましたが、大阪中心部の一等地ということもあって国鉄の爆発に際し、国鉄の長期債務を返済することを目的として、梅田貨物駅を廃止して跡地を売却することになりました。しかしその売却はバブル崩壊による地価下落などもあり遅れ、実際に梅田貨物駅が廃止されたのは2013年の3月。梅田貨物駅が担っていた役割は同じ日に百済駅から解消され、合わせて機能の拡張が実施された百済貨物ターミナル駅と、かつて神奈川県の新鶴見操車場、愛知県の稲沢操車場と並び、日本三大操車場として知られた吹田操車場の跡地を利用し、梅田貨物駅の移転という形で吹田信号場の場所に新設された吹田貨物ターミナル駅の2カ所に機能が分散移転され、梅田貨物駅は廃止されることとなったのでした。そしてこのエリアに長らく所在した梅田貨物駅がなくなり、跡地は再開発を進めていくことになりますが、梅田貨物駅を梅北として再開発を進めるにあたっては、ここを通る梅田貨物線の地下化を行う必要がありました。梅田貨物駅自体は廃止になりましたが、梅田貨物駅を経由する梅田貨物線自体は重要路線だからです。梅田貨物線は東海道本線、JR 京都線の吹田貨物ターミナル駅と環状線の西九条駅の間を短絡するように結ぶ路線で、JR 夢前線鯵川淵方面へ向かう貨物列車や、京都方面と関西空港、和歌山方面を結ぶ特急列車の運行で使われているため、むやみにここを廃止するわけにはいかなかったのです。そのため、地上の開発が本格的に始まる前に、梅田貨物線の地下化とホームの設置が決まりました。さらに同じタイミングで地下化した梅田貨物線から分岐する形で、なにわ筋の地下を通って難波方面を結ぶなにわ筋線の計画も持ち上がります。なにわ筋線は JR 大和路線の JR 難波駅から延伸、および南海電車の新今宮駅から分岐して新難波を経由し、西本町、中之島、大阪駅へと至る予定の路線計画です。建設の目的は関西で増えつつある訪日外国人観光客が、より大阪中心部や京都方面へのアクセスをできるようにするもので、大阪府と大阪市、JR 西日本などが実施する第三セクターの関西高速鉄道が路線の建設と設備の保有を行って、JR と南海電車が列車の運行を行う予定です。さらになにわ筋線計画には阪急電車も関わっていて、阪急は地下化する梅田貨物線に設置する駅から路線を伸ばし、なにわ筋連絡線という仮称の路線として重曹まで、そこからさらに新大阪連絡線として新大阪まで、地下の新路線を建設する予定となっております。そしてこれらは 1435mm の国際標準機を採用する通常の阪急電車と異なり、JR や南海電車と同じ 1067mm の凶器で建設され、南海電車や JR とも直通運転を行う計画となっています。このなにわ筋線が営業開始という形で実現すると、南海電車の大阪駅が実現し、
そして阪急電車の大阪駅も実現する可能性があるのです。なおこれらの梅田貨物線に関する事業ですが、先行して行われている地下化と駅の設置はすでに完了しています。梅北地区に設置されたこの新しい駅ですが、計画段階では北梅田駅という名前が付けられていましたが、最終的には JR 大阪駅の地下21番乗り場から24番乗り場として2023年3月から営業を開始しました。ところですでに営業している駅の名前を後から変更するためにかかるコストは意外と高く、大阪駅地下ホームが今後他の駅名に変更される可能性は低いです。阪急はほぼ確定とはいえまだ確定していませんが、南海は確実に新しくできた大阪駅地下ホームに乗り入れることになっています。順調に工事が進めば2031年度、なにわ筋線が開業する予定です。2032年頃以降には JR 以外の鉄道会社が乗り入れる大阪駅が誕生する可能性がかなり高いと言えるでしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、梅田エリアにある駅の中で JR の駅だけが大阪駅の理由と、今後 JR 以外の大阪駅ができる可能性について、最初に梅田に設置された駅が明治政府によって作られた大阪駅であり、その流れで JR だけ大阪駅となっていること。政府への反骨心として大阪駅より後に作られた鉄道駅に関しては大阪という駅名ではなく地元で親しまれている地名の梅田を駅名として採用することになったこと。大阪駅が設置された時は明治政府の方針として鉄道は国が行うべき事業という考え方で、民間の会社による鉄道整備は認められていなかったこと。実は明治政府が神戸・大阪間の鉄道路線を建設する前に、同じルートを結ぶ鉄道路線を民間の会社が建設する計画を立てたが、政府から建設の許可が下りなかったこと。大阪と神戸を結ぶ鉄道路線の建設計画を思いついた民間会社に建設許可を出さなかったことに地元の人たちは快く思ってないこと。しかし2023年に開業した大阪駅の地下ホームからなにわ筋を通って難波方面を結ぶなにわ筋線の建設計画が進んでおり、これに関連して JR 以外の大阪駅ができる可能性があること。なにわ筋線には JR 以外にも南海電車も乗り入れる予定になっており、さらに阪急電車も乗り入れる予定となっていること。なにわ筋線は2031年度の開業を目指していて、2032年頃には JR 以外の鉄道会社の路線が乗り入れる大阪駅が誕生する可能性が高いことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。